おはようございます。昨日はですね、ちょっと購入したものを紹介しようと思って並べたりしてたんですけど、ディナーの後戻ってきたらもうギリッギリシャワー浴びる体力があったぐらいのレベルで疲れておりまして、昨日は寝ました。そしてよく眠れました。で、今日はですね、今からオルセー美術館の方に行ってきます。でもその前に、ホテルで朝ごはんを食べてから行きます。さて、こちらのホテルの朝ごはんはどうなのか見に行ってみましょう。コーディネートでございます。近づきます。こんな感じですね。バーバリーのトレンチコートと早速ケリーベルトを合わせています。では行ってきます。オルセー美術館があるのはパリの中心部セーヌ川のそばで、橋の反対側には私の大好きなチュイルリー公園があります。オルセー美術館の休館日は月曜日で、ルーブル美術館の休館日である火曜日と週末は極力避けた方がいいかもしれないということで、私は運よく水曜日にオルセー美術館に行ってみることにしました。こちらは19世紀のアートを専門に展示していて、その中でも印象派の画家の作品を多く収蔵していることから、印象派美術館の宝庫として知られているオルセー美術館です。印象派と呼ばれる画家マネ、モネ、ルノワール、ゴッホなど名だたる画家たちの作品を見ることができます。パリの美術館といえばルーブル美術館ですが、オルセー美術館との違いは作品の時代です。ルーブル美術館は紀元前5000年から1848年までの約7000年間の作品コレクションを中心に展示していますが、オルセー美術館は1848年以降から第一次世界大戦の始まった1914年までの約60年間の作品が展示されているミュージアムです。この時代はフランス革命以降の王政が終了し、民衆の時代が到来した時代でした。私は今、C っていうもともとチケットを買っている人たちが並ぶ列にいるんですけど、チケットを事前購入していてもやっぱり全然こんな感じで並びますね。ただ A、B、C、D っていう入り口があって、もともとチケットを持っている方は C に並ぶようにしてください。まあなんか A とか並んじゃうとね、多分2回列に並ばされるというか、まあね、時短のためにもここは確認してしっかり C に並びましょう。まあなんかね、こんな超天気がいい日に美術館はちょっともったいない気もするんですが、ある程度見たら次の場所に移動したいと思います。この建物自体は1900年のパリ万博に合わせてオルレアン鉄道によって建設されたオルセー駅兼ホテルでした。その後40年と時間が経つにつれて、駅としての使用を縮小して一時は取り壊しの話もありましたが、フランス政府によってなんとかその話がなくなり、その活用策として改修し、1986年にオルセー美術館として生まれ変わりました。今ではパリの三大美術館としてすっかり定着しています。建物内部には鉄道駅であった面影が随所に残っています。なんかようやく5階に上がるエスカレーターを見つけました。真逆に行ってたんですよね。一番奥にあると思ってたんですけど、結構すぐ手前にあるっぽい。ちょっとようわからん。
そう5階から今日は攻めようかなと思ってたんで、無事に5階に行けるといいんですけどね。ここからはいつものごとく絵画にあまり詳しくない私が教科書で一度は目にしたことのある有名な作品を中心にピックアップして紹介します。ちなみにこの美術館の一番の見どころとしては最上階である5階の印象派ギャラリーです。ルノワールやモネら印象派を代表する有名なアーティストの作品がずらりと並べられたギャラリーです。なので今回私は1階からではなくメインフロアともいえる5階から鑑賞をスタートすることにしました。印象派を代表する画家であるルノワールの躍動感あるタッチで描かれているムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会、パリのモンマルトルにあるダンスホールムーランド・ラ・ギャレットでの舞踏会の様子を描いています。前回パリに来た時にここのレストランを素通りしました。次回はこのレストランに行きたいです。こちらはルノワール作のカントリーダンス、シティダンス。都市と郊外でのダンスの様子を対照的に描いた作品です。こちらもルノワールの作品でピアノに向かう娘たち。個人的にこの作品は私がレッスンに通っていたピアノの先生の家に飾ってあってとても懐かしく思うとともに、楽しそうな少女たちが柔らかく描かれているところが素敵です。ちなみにこちらの作品は国が初めて買い上げた作品だそうです。青い睡蓮。パリにはモネの作品が本当にたくさんありますが、オルセイ美術館でも素晴らしい作品に出会えます。次回はモネの作品を見にオランジュリー美術館に行きたいです。こちらはニューヨークのメトロポリタン美術館でも大人気の有名なゴッホの自画像です。シエスタと同時期に描かれたゴッホの自画像。実はこの作品を描く前の年に右耳を切り落としており、精神病院に入院している中で描かれました。ゴッホの内面に秘めた激しい感情が伝わってきます。こちらは夜空の夜、スターリーナイトです。アルルに住んでいる時に夜のローヌ川の様子を描いた作品です。なぜかこの絵の前に来た時にすごく鳥肌が立って泣きそうになりました。本当に美しかったです。こちらは地上階に展示されているフランソワ・ミレー作落ち穂拾いです。落ち穂拾いとは農民が刈り残した穂を拾い集めることを言いますが、落ち穂拾いをする人たちは最も貧しく貧困にあえぐ人たちばかり。貧しい人たちを主役に描いたことを理由に革命を暗示した作品だと評論家たちから批判されたそうです。しかしミレーはこうした労働階級の人々を描いた作品を多く残しています。エドワール・マネ作オランピア。ちなみにこのオランピアとは夜のお仕事をする女性の呼び名だそうです。この作品はパリの高級娼婦の裸体が描かれています。それまで裸体は神話の女神を描くのが基本でしたが、マネは人間の女性を描きタブーを犯し、制作された当初は大きな非難を浴びた作品でしたが、1865年のサロンに入選したことで大きな衝撃を与えました。オペラ座断面模型。オペラ通りに面したミニ鏡の間。中央に赤いベルベット仕立ての豪華なオペラ座の客席。隣は舞台となっています。本当に細部までよくできています。地球を支える4つの世界。地球に調和する4つの大陸を表しています。この4人の女性像は人種の外観を持つ異なる大陸、アジア、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパを表しています。いかがでしたか？地上階から上の階へが基本ですが、時間がないけどとにかく有名な作品は見ておきたいという方に、有名な作品が集まっている5階から見学することをお勧めします。それにオルセイ美術館のシンボルといえばこの大時計です。大時計の文字盤も5階にあります。ちなみに朝一番でオルセイ美術館を訪れる方は5階にあるこの大時計に真っ先に向かえば、人混みで混雑する前に並ばずに写真を撮ることができます。時計の真ん中の窓からはチュイルリー公園やセーヌ川を見渡すことができます。
ても見応えがありました。私はねここに9時半に来たので2時間ぐらいいました。なんか全然まだまだ見足りないんですけど、次の予定があるのでここを後にします。でぜひ時間がある方は立ち寄られてください。次に行きます。今日はここまで。オルセー美術館の作品は約4000点で、ルーブル美術館と比べるとおおよそ9分の1ほどの展示数になりますが、それでも全作品を網羅するには最低でも半日は必要だと思います。しかし私はお昼からの予定もあったので3時間程度で切り上げて十分に楽しめました。次回は前回パリに来た時に回りきれなかったスポットを観光します。お楽しみに。Thanks for watching. 良い一日を。